皆さんこんにちは。今日は初めての CPX と題しまして、ライブのデモンストレーションを使いながら初めて CPX に触れる人、見る人、その方たちのためにお話をします。今日の被験者は34歳男性です。178センチ66キロ、体脂肪率 10% のスポーツマンです。負荷方法は20ワットのウォームアップ、その後30ワットランプで行います。詳しくは概要欄に貼っておきますのでご覧ください。また前回のライブの YouTube もぜひ見てください。それでは実際の画面を見てみましょう。CPX というものは何がわかるかという話をちょっと安静時レッスンのところでお話ししますけれども、 CPX というのは運動負荷試験ですよね。で、循環器の病気は動いた時に症状が出やすいですから運動負荷試験が必須だということで CPX は、一つ意味があります。でそれから CPX っていうのは呼気ガス分析を行います。でこれを行うことで肺とか心臓とか筋肉とかそういうものの、パーツの状態が分かるということです。でそれから、ランプ負荷、前増負荷、だんだん負荷が重くなるという負荷、様式を取ります。ですから、どのぐらいの負荷量の時にどういう異常が出るかというのが分かるということで、病気の重症度とか、そういうことが分かるというそういう検査ですね。ビデオ出てますように白い点が V.O2、 よく VO2 と言うんですけども、本当は V.O2、 これ酸素摂取量のことです。でそれからこの下の黄色い点、これが V.CO2、 二酸化炭素排泄量です。これマスクをして吸う息と吐く息を1分間に 200cc ぐらいずつ呼気ガス分析装置がサンプリングしてるんですけれども、その差から計算をする、そういうデータです。 V.O2 と V.CO2 で、それからあと普段は出さないんですけれども、呼吸数と1回換気量、主にその4つを見て、で粉時換気量 V とか他のものを計算して、絵を出していきます。必要なものは呼気ガス分析装置と負荷装置と心電計ですね。でこの実際のこの画面で、パネル1を、まず最初に見ますけれども、白い点酸素摂取量がだいたい 275ml/min となっています。安静時1メッツというふうに言われています。1メッツっていうのは、体重1キロあたり1分間に 3.5ml ですね。ですからこの被験者が何十キロの体重かということで、この実測ここだいたい278とかなってますけれども、これは変わるんですね。でしかも自転車に乗っていてちょっと他にも力が入っていますので、本当の1メッツよりちょっと多いということで、だいたい200から500ぐらいの間だったらOK かなというふうに考えます。でそれから、R ありますね。これはね、ガス交換比というものです。本当に暗い部屋で測ると呼吸症のことです。酸素摂取量分の二酸化炭素排出量ということですね。で普通 0.82 ぐらいです。和食をとっていればそのぐらいだというふうに思ってください。ですから R が0.8 前後、今日はちょっと低めですけれどもね、 V.O2 が200から500ぐらいだったら負荷試験をやっても OK ですよということですね。安静時というのはですね、主に見るのはその機械が、構成がちゃんとできているか、でそれからあと心電計を見て、心電図を見て、負荷をかけて大丈夫かどうか、あと血圧が高すぎないかどうか、そういうところを見ます。で、OK だったらそのまま、ウォームアップに突入します。今日はレスト4分、ウォームアップ3分ということで、やっています。これは施設によっていろいろあります。群馬県心臓血管センターはレスト3分、ウォームアップ3分です。で運動処方講習会とかだと、僕が喋ってる時でもレスト4分、ウォームアップ4分です。でウォームアップっていうのは
これ今もう変化し始めましたけれども、白い点々、酸素摂取量ですね、 VO2 が増加し始めますよね。でこの VO2 が完全に増加しきるで一定値になるのに、3分弱かかるというのが一般的なんですね。ですからその定常値になった後、さらに1分間見て4分間以上が望ましいというふうに考えられるんですが、ただ群馬県立心臓血管センターの場合はですね、高齢心不全とかそういう人もいるので0ワットのウォームアップですので、定常状態になるのに3分かかんないので、うちは3分以内に、プラトーになるということで、3分にしちゃっています。それは施設で決めていただければいいと思います。ウォームアップ、今回はですね、ここに赤い字で書いてある20ワットでウォームアップしていますけれども、これはすごく元気な方なんです。で元気な方は20ワットで、普通の5、60代の虚血とか軽い心不全は10ワットで、重症心不全とか高齢者は0ワットなどと変えても構いませんし、変えるとちょっと事故を起こすかなと、ミスるかなと思うんでしたら、もう一律0ワットにしても構わないと思います。それは施設で考えてください。で、今、ウォームアップ始めて、この白い点々点 VO2 が、ちょっとオーバーシュートした後、こう下に戻ってきて、ここで平らになります。今これ見ているとだいたい 600ml/min って書いてありますよね。で600っていうのはですね、この体重で割るとですね、だいたい 2.5 メッツ弱なんですね。この右にこう書いてある、今 2.6 メッツってなってますね。でもしここのウォームアップの時点で、胸が痛いと言ったりですね、すごく息が荒くなってしまったりしたら、その 2.6 メッツの運動自体がちょっとその被験者にとって危ないと、何か起こすということが分かるということです。2.6 メッツっていうのは、例えば乗り物に立って乗る、調理、小物の洗濯、ゆっくりした平地歩行ですね、時速 3.2 キロで歩くと、そのぐらいですよね。ですから病棟内フリーになったぐらいな感じでしょうか。そのぐらいで、もうすでに危ないということで、心臓病としてはちょっと重症な方ですよね。ウォームアップの時に何か起こったらそういうことだと思ってください。他の線、ここに紫の線と緑の線ありますね。これの VO2 分の VCO2 分の VE、非常に簡単に言うとですね、1個の酸素を吸うのにどれだけ換気が必要か、1個の CO2 出すのにどれだけ換気が必要かという、換気の効率を示していると思っていいと思います。循環器の病気を見ている施設ではそういうことで考えてください。ですからそれに効率に関係するのは血流量ですね。肺に行く血流量、それがすごく関係している数字だと思ってください。でこの数字が効率がいい方がいいわけですから、小さい方がいい。でじっとしている時よりも運動している時の方が換気の効率良くなりますよね。ですから下がるんです。で肺気腫の方とかいるとまたちょっと話は別ですけれども、それはここでは触れないようにしておきましょう。でウォームアップ4分が終わって、もうこの方も、1分半ぐらいでもう VO2 平らになりましたよね。こういうふうにですね、漕ぎ始めちょっと勢い余ってオーバーシュートすること割とよくありますけど、これは別に気にしないでください。今ランプ負荷が始まったところです。これは1分間に30ワットずつですね増える、そういう設定にしてあるはずです。ですからその状況で VO2 がだんだん増えていきます。でランプ負荷っていうのはこのだんだん増えるという意味ですが、ドイツとか行くとですね、坂道のところにランプって書いてあるから、こういうことなんだなというの分かると思いますね。ランプステーキとかランプの宿のランプとはちょっと違うスペルです。興味があったら調べてみてください。このグラフですね、もうすぐいっぱいになっちゃってどうするんだろうと思うと、自然にピッと縮みますから心配しないでください。
こっちの下のグラフにはですね、白い線が酸素摂取量、黄色い線が二酸化炭素排出量で、この青い線が粉時間気量って言いましたよね。でこの辺りはですね、軽い運動中はですね、酸素を使って、二酸化炭素を出す。でそれでブドウ糖を代謝するという流れがあるわけです。使う酸素の量と、出す二酸化炭素の量はイコールなんですね、ブドウ糖だけの場合は。実際には、脂肪酸とかも使ってますから、ちょっとずれたりもすることあるんですけれども、ほぼイコールですから、この白い線と黄色い線で、さらにこの粉時間気量っていうのは炭酸ガスでコントロールされてますから、この白、黄、青はほぼ並行して増えるというふうに思っていてください。ちなみにですね、ここに、表示をちょっと変えてしまって、赤い線、ワークレート、負荷量を入れてみました。でこの負荷量のスケール400ワット、ピークを400ワットにしてあります。で酸素摂取量のスケールを 4000ml/min。これ負荷量と酸素摂取量1対10にしておいてください。そうすると赤と白がほぼ並行して増えるんです。人の体はそういうふうにできていると思ってください。1ワット増えると10酸素摂取量が増えるから1対10でちょうどいいんですね。でもしそれが並行して白い線が増えなかったら何か異常かなって考えればいいわけなんですね。しばらくは白、黄、青は並行して増えるということです。いよいよですね、 AT という段階が来るわけですね。AT っていうのは最大負荷の5割あるいは6割、その間ぐらいに存在する後期的な代謝に間期的な代謝が加わり始める直前の酸素摂取量っていう定義ですよね。ですからこのやってる途中でどこがピークだなんて分かんないんです。ですからそのピークの前に AT を見つけなきゃいけないんですけれども、ちょっとこれを小さくしましょう。よく見るのがこの VE と VO2 の関係です。この別の絵では白い VO2 と黄色い VCO2 と青い VE が仲良く並行して上がるって言いましたよね。でも AT になると、VO2 よりも VCO2 の、産生が多くなるんですね。で VCO2 が増えれば VE も増えるんです。ですからこの緑 VO2 分の VE は AT を超えると今までよりも、ちょっと分子が大きくなりますからちょっと増えるんですね。でこれで見るとこの辺り12分目あたりから緑の線が上昇を開始してますよね。でこの辺りが AT かなというんです。でこの最中になんで分かんないといけないかっていうと、 AT になるとちょっと足がカーッと熱くなってなんか違うことが起きたなって感じる患者さんいるんですね。乳酸とかできてアシドーシスが進むせいなのかもしれませんけれども、でそこで不安になってやめちゃう人がいるんです。ですからAT になるなってなったら大丈夫ですから頑張ってこぎましょうというふうに言ってください。でその時に患者さんが分かりましたって返事するとここは乱れてしまいますので、これはもう一方通行で言うようにしてください。で AT 超えるとですね、今度は大変苦しい時間に入ってきます。体が酸性になりますので、ちょっと軽く始まるんですね。でちなみにですね、この方はちょっと違うんですが、そうですね、やっぱりこの緑がちょっと増えて、AT かなっていうところ、この赤い線呼吸数で見たんですけれども、傾きがちょっと急所になってますよね。AT 超えると息がハーハーするんです。で軽く息切れがするレベルで運動しましょうって言いますよね。それはまさにここですよね。ですからこういう方の場合は何ワットとか脈いくつって言わないでも息が切れ始まるところでやりましょうって言えば AT レベルでの
運動、有酸素運動の上限ということでできるわけですね。でその後ですね、今度何が訪れるかというと、体がどんどん酸性になるのを今度肺が頑張ってですね、過換気が起きてくるんですよ。過換気症候群ってアルカローシスになりますよね。でそれをわざと使うわけです。どんどんアシドーシスになるのを中性に戻そうと。で過換気になると今度は、炭酸ガスの排泄 VCO2 に関係なしに VE 粉時間気量だけが増えると。でピンクがピュッと上がってくるというところです。パネルで2で見ると、この黄色と青が仲良しだったのが急にこの黄色と青の間隔、この辺から狭まりますよね。でここから先が過換気が始まる。ここはですね、ボルグでいくと普通は17を10倍すると心拍数ですから、脈でいくと170ぐらいのことが多いんですけれども、心臓病の方はちょっと心拍数ずれることが多いんですけどね。であとは苦しいです。で重症の方とか安全性ちょっと心配な方はもうここでやめちゃっても構わないです。でどこまで頑張れるか、そこまで見たいという方はこの後歯を食いしばってはははは言いながら頑張れ頑張れと言って声でもらうと、そういうレベルですね。それで最大負荷にやがて達して、終わるということです。でパネル1の白い線、これまっすぐ上がってますよね。でまっすぐ上がってもうダメだって言って足を止めた時の値が最高酸素摂取量、ピーク VO2 というものです。でこれがもしまっすぐ上がらないで横ばいになってしまって終わったら何ていうかというと、それがマックス VO2 というものです。その人の心臓の能力、肺の能力、筋肉の能力全てを使い果たして、それ以上酸素を使ってエネルギーを作れない、その時点をマックス VO2 っていうんですね。でマックス VO2 はもう普通の臨床の現場ではなかなか出ないです。競輪選手とかスポーツマンとかそういう人がたまに出しますけれども、やっぱり心臓病の人に無理やりそれ狙おうとすると非常に怖いですから、そんなことは考えないで、そろそろ大変そうだなと思ったらやめましょうと言っていいと思います。で大変そうだなと思う目安の一つとして、このガス交換比があります。今 1.25 までいってますよね。でこれ昔群馬県心臓血管センター 1.10 でやめていました。1.10 を超えれば最大負荷をかけたって言ってもどうにか許されるレベルなんですね。できれば 1.15 で本当はさらにもっと上に行けばもっといいんですけれども、1.10 あるいは 1.15 までかければそこでやめましょうって言って頑張りましたねって言っていいと思います。今これ終わりましたよね。この後昔はですね、6分間足をピタッと止めてそのまま酸素摂取量の変化とか心拍数の変化を見ていました。ですけれども、特にこういう若くて元気な人などがピタッと足を止めているとですね、血圧が急に下がったり脈が急に遅くなって、失神を起こすんですね。ですからうちは、足は回し続けてマスクもなるべく早く取るようにしてしまっています。でその時にですね、医者がですね、お疲れ様でした、終わりにしていいですよって言うと、終わりにしていいですよって言ったら足止めていいですよってことですよね。でそこで技師さんが慌てて足止めないでくださいとか言ったらなんか意地悪な技師さんだなって思われてしまいますので、負荷を軽くしますねっていうようにして回転を続けてくださいっていうのがいいかなと思います。でこれがランプ負荷中の、パターンで非常にきれいに取れたと思います。ここのパネル3というものですけれども、X 軸が酸素摂取量、Y 軸が二酸化炭素排泄量で、V スロープ法というものですね。でだらだらだらちょっと上がってて、あるレベルで45度よりも吸収になるということで、この辺りがですね、45度の線から離れるこの辺りが、AT かなというふうに、V スロープ法では判断するわけですね。で先ほどの、トレンド法っていうんですけれども、緑の VO2 上がり始めるこの辺りが、
AT かと思ったんですけども、それと合ってるかなとか、そういうのを見てですね、最終的に運動処方を出すと。であとピーク VO2 のデータを見て、どの程度の運動対応能か、元気さか、予後の指標ですね、予後かというようなのをお話をするということですね。でもう一つここに絵が出てます。これが VE vs VCO2 スロープ。よく VVCO2 スロープというふうに言いますけれども、ここの傾きですよね。これ後で解析性が出ますけれども、その傾きを見て、心不全の状況とかそういうところを見るわけですね。はい、これがV vs VCO2 スロープなんですけれども、こうやって線引くと 0.0248 となるんですね。これ VCO2 がミリリッター、V がリッターですから、1000倍して 24.8 と。これもですね、スケールを4000対133、30対1にすると45度の傾きが30っていう傾きなんですね。でだいたい28あたりが標準なので、それ28よりも浅ければ全く素晴らしいということで、これはすごくこの45度の線よりも立ってたら異常だと、だいたいそんなことは分かる、そういう絵です。で、初めての CPX はですね、以上のようなあたりだけでも押さえていただければ分かると思いますし、何が分かるかというのが大体お分かりいただけたかと思います。でちなみにこの AT レベル、解析してあるんですけれども、23.1 というミリリッターパーミニッツで 6.6 メッツというところでしたね。で、ピークが 15.44 メッツというところでした。これは全くスーパーノーマルな数字でですね、ちょっとこれはお話にならないので、もっと悪い人だと考えて、もし AT が3メッツでピークが6メッツだとしたら、でAT とピークの間で、狭心症が出ちゃうとしたらどうしたらいいかと言いますと、やっぱり狭心症が出るレベルでの運動ですから、その人最大負荷で頑張ればできるんだけれども、そこの最大負荷の運動は避けた方がいいと。ただし AT レベルでの運動療法は OK と。でもうちょっときつくやりたいといえば、虚血域値、虚血が出るところのワークレートのできればその1分ぐらい前のところがいいんですけれども、ちょっと安全域を見込んでですね、そこまでは OK という生活指導ができます。でもしこの AT レベルって割と 3,4 メッツのことが多いんですけれども、それ以前に何か起こったらそれどんな心臓病でも重症ですので、運動療法でどうしても治したいといえばかなり緩やかな運動療法をするか、できれば根本的な心臓病の治療をお勧めするとか、そういうようなことに使えるという、そういうような負荷試験なわけですね。以上ですね、今日の初めての CPX お話を終わりにしたいと思います。CPX はどういうふうにしてやってるか、カーブはどういうふうに出てどういうふうに使えるかということはお分かりになったかなと思います。これを機会に CPX ちょっと怖がらないでどんどん書けるようにしてみてください。本日の動画はこれで終わりです。またこの他いろいろアップしますので楽しみにしておいてください。よろしければチャンネル登録をお願いします。